Z 世代の方たちって結構現実的に物事を見れたりするので、子供が欲しくない、結婚したくないと言ってるのって今の現実の問題を含めて言ってるんですよね。残念ながら天皇制というのは一定の規制をやる限りもうなくなると思います。Z 世代の5割が結婚したくない調査もあるので、そもそも育児環境を充実させる政策は完全に的外れですね。社会の持続性には出生率2以上は必要なので、税金と同じように健康なら努力義務くらいにするか、こなし税導入して反強制くらいにした方がもうごちゃごちゃ言うよりとべくないですか。我々も結局親が無理やり見合い結婚してくれなかったら存在できてないので、子供は作るべきものという捉え方にした方が良くないですかね。炎上は最初だけでそっちなれる気がします。Z 世代の方たちって結構現実的に物事を見えたりするので、子供が欲しくない、結婚したくないと言ってるのって、今の現実の問題を含めて言ってるんですよね。今の大学生って、今の世代って、半分の人が大学に行くんですよ。で、大学に行ってる人の8割が確か奨学金もらってるんですよね。奨学金もらってるって言い方をしたんですけど、厳密に言うと、返さなくていい奨学金ではなく、教育ローンなんですよ。なので、8割の人が教育ローンで、200万とか300万とかの借金を負った状態で社会人スタートなんですよ。なので結婚すると世帯あたり400万とか600万とかの借金なんですよ。で、ただその手取りが十何万円とかで暮らさなきゃいけないよね、借金返さなきゃいけないよねっていう状態で子供が生まれて月に5万円出費がありますと。で、その後もじゃあ学校入れて塾行ってってなると、それ厳しいよねっていう現実があるので、結婚したくないという表現になるんですよ。でもそれは借金なかったらどうですか？子育てにお金がかからなかったらどうですかっていう時に、子供欲しいか欲しくないかはまた別の話になるんですよ。要は今の生活の状態で子供欲しいですかって言ったら、いやいや無理無理無理、だから結婚とかしたくないっすみたいな。で、せっかく大学も卒業して、ようやく一人で稼いでお金が使えるようになった状態なので、お金もとりあえず好きな服を買うとか、なんか好きなエンタメを見るとか、ライブに行くとか、自分で稼いだお金で自分の好きなことをしたいっていうのは5年ぐらいやりたいんですよ。だって今までお金がない状態でずっと勉強してきて、ようやくお金が入ったんだからやりたいじゃないですか。そしたらそれは結婚はやっぱり20代後半からだよねってなっちゃうんですよ。だから22歳で働いて、じゃあ5年ぐらいだと27歳、8歳じゃないですか。でも27歳、8歳だとまだ借金もあるから、じゃあやっぱ本当に結婚して子供を育てるってなったら、やっぱり借金解消ある30代とかになるよね。で、30代になると高齢出産だよねっていう構造の問題があるので、今のZ 世代が結婚したくないと言ってるんだから、本当にあいつらは結婚したくないんだ、子供欲しくないんだって決めつけてしまうのは、僕はその20歳の人たちに借金を負わせてしまうという社会のシステムを作った大人側の問題で、まあ22歳も大人ですけど、僕も含めた40代、50代、60代、70代、80代の大人が、20代が卒業した時点で300万とかの借金を負わせるっていう社会の仕組みを作ってしまったがゆえの彼らの結婚したくない、子供が欲しくないというリアクションなので、なんかそれを文字通り受け取るのは違うんじゃないかなと思います。日本の少子化賃金問題を現実的に解決するためにはどのようなプロセスが必要なんでしょうか。様々な番組でいろんな方この問題に対して意見をしていますが、どれも結局現実的なことばかりだと感じます。今日本で実際に起こり得る可能性なら解決策を教えていただきたいです。ありません。ネットも含め番組とかでこういうのやった方がいいよねとかっていくら議論してもそれは実現しません。だって要はテレビで喋ってる人たちが法律を作る権限を持ってるわけではないんですよ。なので自民党の議員とか公明党の議員がそう言ってるんだったら実現する可能性はあるんですけど、法律を作るというのは国会議員です。例えばじゃあこういう選挙制度の方がいいよねとか、2世議員良くないから2世の選挙出るの制限した方がいいよねとか、いくらでもこうした方がいいよねみたいなアイデアとか言いたいことを言うっていう人います。で、なんかじゃあ子供生まれたら1000万円あげた方がいいよねみたいな、なんかふざけたことを言ってるビール飲んでるおっさんとかもいますけど、っていうのでうだうだ言ってる人たちがいくら言ったとしても社会は変わりません。なので自民党と公明党の人たちがそれをそうしたいよねって言わない限り変わらないんですけど、自民党と公明党の人たちというのは少子化対策をしないというのをずっとやり続けて当選し続けているので、彼らは少子化対策をしない方が受かりやすいというのが現状です。なので変わりません。はい。少子化問題に日本も一夫多妻に皇室も含めなればいいと考えますがいかがですか。僕もなんか天皇制を維持するためには一夫多妻制にせざるを得ないと思うんですよね。いや、夫婦になりました。でも男性女性どちらかに何らかの問題があって子供が作れませんでしたってなると、もう子孫はどんどん減っていくじゃないですか。明治とか大正の天皇っていうのは側室がいたんですよ。なのでいろんな女性を並べといてどれか子供ができたらじゃあ子孫になるよねっていう形になるんですけど、昭和以降はもう一夫一夫制なので、
なので基本的にはもう減る一方なんですよ、構造上。なので他の国の王族とかの場合だとまず結婚をしないでなんかいっぱいこう妾的な人を作って子供を産んだ妾がいたら結婚する。なので一応一夫一夫制は守ってるけど、でも本来はいろんな妾と子供を作らせるっていうのをやってるから結果として一夫一夫制、地上一夫一夫制だけど子孫がいるっていうそのパターンだったらあり得るんですけど、日本でじゃあその天皇家の人が結婚しないで妾みたいな人に子供作りまくってますってなったら多分めちゃめちゃバッシングされると思うんですよね。っていうので結婚してから子作りをしましょうってなると、じゃあそれって何かあったらもう子供できないよねってなるので、残念ながら天皇制というのは一夫一夫制をやる限りもうなくなると思います。なくなるというのは女系天皇にするかとか全然血がつながってない人も天皇にするみたいなのをやるんだったらありだと思うんですけど、結局そのなんか男性がずっと天皇をつないでいかなきゃいけないよねっていうのであれば残念ながらもう統計的には終わるっていう方向なんじゃないかなと思いますけど。昔からひろゆきさんは少子化対策の重要性を訴えてますが、もし少子化対策がうまくいって結果的に日本の人口が10億人くらいに増えたらそれで問題じゃないですか。経済って若者の人口を常に増やし続けないと発展しないの？まず10億人に増えることがないっていうのが前提としてあるんですけど、仮に10億人になりそうだったとしたら、その前で少子化対策止めればいいので、そこまで問題になるんじゃないかなと思います。で、経済って若者の人口を常に増やし続けないと発展しないのというのがあるんですけど、まず、経済を発展しないと今の社会は維持できません。江戸時代とかに比べたら今の民衆ってめちゃめちゃ幸せなんですよ。外国の美味しいものとかも受けるし、食べてる食事のレベルが高いし、医療とかも受けられるので、平均寿命とかもめちゃめちゃ伸びてますっていうのがあって、なので人はすごく幸せになってるんですけど、残念ながら比較対象というのは同時代の別の国の人なんです。なので、江戸時代の日本人に比べたら、日本人って幸せだよね。だって昔は飢饉とかあったけど、別になんか、飢饉で食べ物がないから、隣の家の子供を殺して食うとかやらなくてよくなったじゃん。だから僕たち幸せだよねって言われて、そうだよねっていう人ってなかなかいないと思うんですよ。なので、経済発展っていうのが外国がし続ける限り、他の国のものが自分たちも欲しいという風になってしまうんですよね。ブータンという国が割とそのインターネットが普及する前に自分たちの国は幸せだよねって思ってたんですけど、インターネットが普及したことによって自分たちの国というのは他の国の人たちが持ってるものが手に入ってないから不幸じゃないかと。なので借金バンバンしてでも他の国のもの買いたいよねってなっちゃって、結果として不幸になってしまったんですよ。アダムとイブがリンゴを食べて不幸になったように、やっぱり知識を得て自分たちが幸せではないというふうに感じてしまうっていうのは、人は受け入れるのがなかなか難しいんですよね。仏教徒みたいな形で樽を知るとか、どうせ人は死ぬんだから豊かな生活とかしなくていいっしょっていう形で生きられる人たちはいいんですけど、なかなかそういう形の考えで生きられる人は少ないので、結果としてやっぱりより豊かな生活を目指しちゃうんですよね。給料は毎年上がった方がいいし、毎年給料が上がらないと子供育てられないしってなるので、経済成長が必要だよねってなっちゃうんですよ。で、若者が重要というより、労働者が重要なんですよ。言葉を選ばずに言うと、年金を払わない、今の若い人たちが支えなければならない高齢者がいないのであれば、別に若者が大勢いなくてもいいんですよ。今、日本の人口の3割が年金受給者なんですよ。0歳から20歳ぐらいの人たちが、確か、11% かだったかな。なので、働くことができない人っていうのが、年金もらってる人が 33% で、11% が子供で、なので 44% で、残りの 56% の人たちっていうのが、一生懸命働いて、残りの 44% の人を育てなきゃいけないんですよ。子供が育てたらそのうち労働者になるかもしれないですけど、高齢者の人たちって別に生きてたとしても、働けるようになったり稼いだりする可能性はほとんどないんですよ。柳瀬隆さんみたいにいきなりアンパンマン書いて60歳から大儲けっていう人がいないわけではないですけど、基本的にはもう働いてる人たちの富をいかに吸い尽くすかっていう状況になっちゃってるので、高齢者負担が大きいので、結果として若い人たちはより稼がなきゃいけないんですよ。昭和の時代とかであれば、別に高齢者の割合はそこまで高くないので、自分たちで稼いだお金を自分たちの世代で使うってことができたんですけど、自分たちの稼いだお金を自分たちの世代で使うためには、もっと稼がなきゃいけないよねっていう罠にはまってしまってるので、なので、ずっと経済成長しないといけないよねっていうのがあるので、経済的に
に豊かな状態を維持するには、より多くの若者が生まれて、より多くの労働者が増えるという環境にしないといけないですね。中国はいつか失速するよ。なぜなら中国も高齢化が進んでるからっていう人がいるんですけど、中国と日本の大きな違いは、中国人は年金を払う必要がない。高齢者は勝手に死ねって中国人は思ってる。一応支えなきゃいけないよねっていう儒教的な感覚はあるんですけど、それを税金で高齢者のお金のない人に払わなきゃいけないよねという価値観が中国とアメリカにはないんですよ。なので、高齢者で自分の貯金とかを持ってなかった人は、それはあなたの人生で選んだ選択肢でそうしたのですから、それは僕たちの世代が支えることではありません。僕たち個人は個人として生きる社会ですっていうのがアメリカとか中国の考え方なんですよね。なので、そういう考え方ではなくて、高齢者の人も、やっぱり日本人として支えなきゃいけないよねという限りは、やっぱりなかなか他の国と比べて日本人はきつい状態が続くんじゃないかなと思います。確定申告と少子化、僕は経営学部出身の無職ですが、今年も確定申告の時期となりました。自民党は記載ミスをしても検察は許してくれましたが、税金が不足するとウクライナ難民支援やアメリカからの戦争費が買えないので、庶民は脱税するわけにはいきません。去年の出生数が過去最低の72万を更新しましたが、この先も独身日本人の税金で外国人の母子を育てる托卵政策が続くと思いますか。これを托卵政策というあたりちょっと面白いなと思うんですけど、別に外国人の母子を育てるためにやってるわけではないんですけど、結果としてその外国人の母子の生活に対する支出も日本人がやってるということになっちゃうんですよね。なのでそれが嫌であれば、その慶応薬部出身の無職さんも結婚してしまって、そこの子供とか補助を受ける側に回ればいいんじゃないかなと思いますけども。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。